はい、はじめまして、フリーランスイラストレーターの時綿と申します。ファッションがメインの、女の子のイラストやファンタジーのイラストや、いろいろな、モチーフを描くことが好きです。よろしくお願いします。もう物心ついた時からイラストを描くのが好きで、本当に子供の時もおばあちゃんからもらったチラシの裏にもうずっと絵描きをするみたいな、もうそういう子供時代を過ごしてました。そうですね、でもずっと絵を描くことが日常的になりすぎてて、きっかけっていうものがもう思い出せないくらいです。始めた頃は自分の考えたキャラクターを描くとか、そういう何かあるものを描くっていうよりは空想を形にするのが好きだったと思います。そうですね、自分の考えた世界観を描きたいっていうふうに思っていたと思います。デジタルは、子供の頃の遊びだったら、おじいちゃんが持っていたノートパソコンで、ペイントソフトでマウスで描くっていうのが初めだったんですけど、だいたい小学校の低学年ぐらいにはもうずっと描いてて、本格的にイラストとして描こうっていう風にして自分で記載を揃えたのはもっと全然後で、高校に入る前とかそれぐらいだったと思います。学生の頃は本当にどうやったら絵が上手になるのかっていうのが分からなくって、たくさん好きなものを描くっていうのもやってたんですけど、やっぱりもっと上手になりたいっていうふうに思った時に何ができるのかっていうので、一番多かったのは本屋さんに行って技法書を買ってそれを勉強するっていうことが多かったんですけど、そんなにその当時は身になったなっていう風な気がしてなくって、一番効果があったなっていうのはやっぱり一枚最後まで絵を描くっていうのを繰り返していったっていうのが大きいと思います。もう本当に練習が好きっていうのはあって、最近は自分で撮った写真とかそういうものを上からトレースして、それを次は見ないで描いて、でまた今度それを模写して同じものを見ないで全く同じように描けるようにするという、なんかある意味スパルタっぽい練習なんですけど、それを面白がってずっとやって、仕事の合間にやって15分やったらまた仕事に戻ってみたいなことをやってます。いやー、もうプロを目指すぞっていうふうに明確に決めた日があるっていうような形ではないんですが、ずっと絵を描いてたいと思った時に、できればすごく上手になっていきたいという思いがあったので、そうするともうお金を得て絵を描く時間を増やすしかないし、そうしないと周りに遊びでずっと絵を描いてるっていう風に言われてしまうと、もうやめろって言われちゃうかもしれないので、そうしたらもう仕事にするしかないなと思って、いろいろとお金になる方法ないかなと探したのがきっかけだと思います。イラストレーターとしてはそうですね、
いやもう毎回どのいただいた案件とか、あと自分で自力で書いているものでも毎回一度は立ち止まるというか悩む瞬間があって、でそれを挫折というのかわからないんですけど、もう毎回毎回それを乗り越えるっていうのをやっていってる印象ですね。すごく大きな挫折っていうのがあるかというとそうでもなく、なんとかやってこれてるかなというふうに、これから起こるかもしれないなと恐怖をちょっと感じたりもしてます。はい、漫画家のアシスタントは17の割か8歳ぐらいの時に応募して、それから入ったその期間っていうのは長かったんですけど、頻度は結構少なくて、月に 1,2 回とか集中的に何日間やるっていう風なことをだいたい初めの現場が 1,2 年ぐらいかなやって、で次の現場も1年半ぐらいやって、漫画家のアシスタントとして活動してた全体の期間はだいたい4年とかそれぐらいになると思います。初めの現場では、アナログでよくある丸ペン、そういうつけペンを使って背景を描くっていうことをしていて、でその後入っていったところもだいたいもうアナログで背景を描くっていうのが多かったです。もう初めての時はもう本当に緊張して、まず絵でお金をもらったこともないのに、もうその漫画家の先生の書かれた大事な大事な原稿に自分が手を加えるんだっていうことの緊張が本当にすごかったのを覚えてます。フリーランスでイラストレーターを始めた頃はもうそんなにイラストレーターになるぞっていう風に決意していきなり変えたっていうよりも、ちょっとずつイラストの仕事をしていけたらなっていう風にやんわりと入った感じなので、初めはクラウドソーシング的なところに登録して少しずつ小さいお仕事、例えばブログのヘッダーの絵を描くとかそういうところからやっていったので、もうすごく華々しいデビューを飾ったみたいなことではないんですけど、ちょくちょくお声かけいただいたものをやったっていうような印象で、一番最初はちょっとすいません思い出せてないんですけど、そんなような感じになります。もうすごく今でももうその頃の経験が生きてるなと思うことたくさんあるんですけど、特に一番感じるのはやっぱり漫画家のアシスタントっていうのはすごく締め切りがシビアで、イラストもそうだとは思うんですけど、特に私は昔からそんなに忍耐がある方じゃなかったので、もう時間が迫っている中ちゃんとお金になるというか、人様にお見せできるクオリティのものを期間内に出すっていうプレッシャーを何回も何回も乗り越えるっていうことをやった後でイラストレーターのお仕事をやったので、もうそこは本当にアシスタントのおかげで忍耐がついたなっていうのはすごくあります。ご依頼いただいたものはまず結構どれでも一旦検討するんですけど、そうですね、特に私のがそこに当てはまった時にすごく効果が出そうというか、自分の好きなことを気持ちが表現できるっていう案件だった時はもうすごく嬉しく感じていますし、そういう風にできた案件は結構先方の方からも喜んでいただいたかなっていう風に思えることが多いので、とてもやりがいを感じています。
そうですね。私が結構いろいろなものに興味を持つ性格で、なのでこう一つのものを突き詰めるっていうような、モチーフなんですけどね、そういうモチーフを突き詰めるようなものもすごく好きなんですけど、たくさんいろいろなものを描かせていただく女の子が今メインで描いていますけど、例えば女の子だけじゃなくて背景があったりとか、いろいろなキャラクターデザインがそこに含まれていたりとか、そういういろんなモチーフを描かせていただけるときはすごく楽しめるので、その分絵も楽しくなっているんじゃないかなっていうふうには思ってます。もうすごく毎回プレッシャーも感じますし、そのお仕事をくださった方がどうしてくださったのかなっていうふうに感じた時に、そこにどういう形で答えるかっていうのをもういつも考えます。もともと自分はイラストは仕事にしようっていうふうに思ってなかったので、そんなに時代とか、あと年代とか性別とか、その受け取り手の方のイメージを具体的に考えて作品を描くっていうことがなくってですね。なのでもともと自分がすごく好き勝手に描くと、割ともう今の時代に合ってるかっていうとちょっとまた別の方向を向いていたんですが、やっぱりいろいろと SNS などを通して作品を発表していくうちに、いろいろな方の反応が返ってくるっていうのはすごく嬉しいし、モチベーションになるなっていうことで、それだったら見てくださる方が楽しめるものってなんだろうっていうふうに考えた時に、どんどんそれを取り入れていったっていうのが一番自然に作品が変わっていったのかなっていうきっかけだと思います。そうですね。私の場合いろいろちょっと変わってるかもしれないんですけど、一旦イラストを描いていてイラストを息抜きって言うとおかしいんですけど、例えば先ほどちょっと出たイラスト案件を受けてるときは15分間練習をして、その別のものを描くっていうので息抜きというか息抜きになってるのかと思うんですけど、そういうことをやったり、あとは結構最近ハマってるのが腹筋ローラーで、腹筋ローラーを1日100回ぐらいやるんですけど、サボる時もありますが、やるとすごくスッキリするので、ちょっとそういうものを挟んだりして息抜きになってるかわからないんですけど、スッキリするのでとてもおすすめです。はい、カフェに行くときはもう結構がっつり本当に息抜きしに行こう、半日ぐらいはもう開けようっていうような気持ちで行ってるので、もう本当に半分お休みみたいなイメージなんですけど、でも iPad とかやっぱりメモみたいなそのアナログ用のちっちゃい紙が入ったものとかいっぱい持って行きますね。で、よくやるのはその頼んだコーヒーとかのカップを変えたり、その場にあるものをちょっとスケッチとかはよくしています。音楽はもう本当にその作品にすごくつながっているというか、音楽ありきで絵を描いているところがすごくあるので、例えば受けている作品がちょっとクラシカルな感じというかシックな感じだったら、そういうクラシックだったりそういうおとなしい曲聴くことが多くって、逆に元気な要素がすごい強い絵を描くときはロックだったり J-POP の明るい曲を聴いて気持ちをそっちに持っていくっていう風な、絵に合わせて選んでいることが多いです。ネオケットの時はもう本当にネオケットっていうイベントがそれこそすごく多彩な
もうイメージ、いろいろな方の気持ちが集合してそれでできているっていうのがあるので、もうジャンルとしては明るいものが多いんですけど、すごく好きな曲を流しで聴くっていうのが多くて、ロックから何からこういろいろ聴いてたと思ってます。ちょっと思い出せないんですけど、そんなイメージでした。影響を受けた作家さんはもう本当に誰っていう風に名前を出すともう話がもう終わらないレベルでたくさんいるんですけど、本当にでも特に漫画家さんが多いです。やっぱジャンプ系の方とかの作風はすごく好きで、具体的に名前を出すと、そうですね、私はもうテイルズ作品なんかがすごく好きだったのもあって、藤島康介先生とか猪俣睦美先生とか、イラストレーターだと黒星紅白先生がすごく好きです。もう全然キリがない話になります。そうですね、もうキャラクターを魅力的に描くっていうのはもうすごくもう前提というか、自分は前提できてないんですけど、でもそれだけじゃなくて、そのキャラクターを盛り立てる周りのモチーフとか、そういうものを大事に描かれるっていうところがすごく自分が好きになるポイントですね。背景とかもうちょっとした小さい小物でもすごくこう魂を込めて描いているっていう風な作家さんが好きです。構図とテーマは、特に構図は意外とそんなにこう世界観重視で考えるっていうよりは、小さいサムネイルをこういくつも描いて、その中に好きなシルエットを探すような形でラフをたくさん描いて、その中で気持ちいい余白だったりとか流れがあるものをピックアップしてきて、そこにこれって何に見えるだろうみたいな形で後からモチーフを入れて、でそのある程度形になってきたものに対して後からこれってどういうつもりで描いていくんだろうっていう風な後からテーマがついていくような、ちょっと逆な、想像と逆な手順になるかなと思います。そうですね、構図をサムネイルで起こすといいっていうのは、もうそもそもそういう技法書を読んで影響を受けてやってるので、ある意味すごい理論立てて取り組んでる気もするんですけど、実際書いてる時はすごく感覚的だなというふうに思います。そうですね、だいぶ変わるかなというふうに思います。なるべく個人的に描いているイラストに近いようなニュアンスでお仕事の絵も描いていけるといいなというふうに思うんですが、やっぱりお仕事のイラストの場合は、自分が好きなものっていうのよりも、そのお仕事で私がそこに立って描くっていうことで生まれるその効果というか、求められていることをすごく意識していると思います。質感は、例えばやっぱり絵っていうのはすごいもう平面的なものなので、そこに立体を加えられるっていう意味ですごく好きで、個人的には向こう側が見えるような透明なものとか、そういう奥行きを表現できる質感の出し方っていうのがすごく好きです。そうですね、もう買ってきてっていうのは、例えば自分の好きな質感を見つけたら、そういう質感が使われているもの、アイテムをもう購入しちゃって家に持って帰ってきて、それをスケッチして、こういう風な色になるんだなとか、これを通すと向こう側はこれぐらい色が変わるんだとか、もう練習をしてそのまま取り入れるような形になります。
無表情なことが多いことで有名だったことを今知ったので驚きなんですけど、でもそう言われますね。個人的にはすごく表情を出すイラストっていうのは好きなんですけど、気がついたら本当に無表情なことが多くて、なんでだろう。多分無表情っていうのはこう見た時にその見る側の方の気持ちでいろいろな風な表情にこう解釈できることが多くて、で私のその特に個人的に描いてるイラストはこう悲しい時にはこう悲しいに見えるし、明るい気持ちの時にはすごく明るく見えるようなこう曖昧なテーマっていうのが多いので、無表情がこうどっちも拾ってくれるっていう意味でマッチすることが多いなと感じてます。いやもう本当に嬉しいっていうのがもう一番最初に来ます。もうネオケットっていうのはすごくもう未来を感じますし、もう個人的にもうずっとその同人即売会っていうのにもたくさん参加させていただいていまして、有名なところでコミケットとか、あとコミティアとか、私の中ですごくなくてはならないものの、それの言ったらバーチャルな世界でそういう同人誌即売会を実現するっていうもののキービジュアルに選んでいただけるっていうのもめちゃくちゃもう感動でしたそうですね。やっぱりネオケットっていうものはすごいバーチャルなので、普段こう足を運ぶことができない、都心で行われているイベントだったら足を運ぶことができない方々も、私がこう会いたくてもなかなか会えないような方々もそこに来て一緒に同人即売会を堪能できるっていうのがすごく魅力的で、そういうものや、あと普段自分がこう関わらせていただいているクライアント様もそうですし、たくさんのこうクリエイター仲間のみんなが楽しんでそこにもう集結してるっていうようなイメージを描きたいなっていうふうに思ってました。ですね、たくさんピクシブの担当者様からもいろいろなこうイメージを先にいただいていて、それがすごく助けになって、世界観にこう飛び込んでいく、こうバーチャルの世界に飛び込んでいくイメージをなんとか形にしようというような、ちょっとやんわりしたイメージなんですけども、そういう形になります。配色はもうとにかく明るいイメージでいろいろな色が使われていて、でもちょっとこうデジタルなので日常では見ないようなちょっとネオンだったりとか光だったりとか、ここは現実にありそうでなさそうだなっていう風な雰囲気を出したいということで、そういう、ネオン色を使ったりとかしています。はい、ちょっと名前物騒なんですけども、それで定着してるのでちょっとそのまま通すんですけど、暴行少女ちゃんというちょっとこう凶暴そうな名前の女の子で、もう何年かな、2年ぐらいずっと自分のマスコットキャラクターかのように描かせていただいていまして、今回もその子が主役というような、勝手ながら配置させていただきました。はい、これは本当に勝手ながら自分の好きなものをたくさん中に入れてしまってるんですが、自分のアイコンのゲジゲジくんも登場させていただいて、ネオケットを堪能しているという状況になっています。特にこだわったのは真ん中のその女の子が絵を描いていて、でその子が言ったらサークル主というかクリエイター側の人間なんですが、
そのクリエイターがただその楽しんでいるっていうよりも、そこにいる人たち全員がネオケットをすごく楽しんでいて、でその描いている人と買い物している人がこううまくこうバーチャルと現実でつながっている、広がっていくっていうイメージをしていました。もう結構ラフの時点で、というより資料をいただいて、でネオケットの絵かって思った瞬間にはもう結構こう妄想が広がって、こういう風なものにしたいっていうイメージとそんなに仕上がりは変わらないようにできたかなと思ってます。そうですね、スキル的な面で言うとまだまだもっとやれたかなっていう風なこともたくさんあるのは正直なところなんですけど、でも雰囲気といいますか、そのバーチャルでの即売会っていうものはこういう風なものだったらいいなっていうのをある程度こう伝えられる形になったかなと思ってます。そうですね、もうずっともうペイントソフトは結構いろいろとクリップスタジオさん、あとフォトショップなど、有名なもう歴史あるソフトを使わせていただいてるんですが、特にデバイスの方はもうワコムさんのもう板タブレットから液タブに至るまでずっとワコムさんでお世話になってて、もうこれがないと生きていけないというか、もう人生ないようなレベルです。ブラシはもうお気に入りのものを作りたくって、もう毎回作品を作るたんびに調整してカスタムをしてるんですが、それでもなかなか思うようにいかずっていうことが多くて、ちょっと調整してるんですが、でも柔らかくてちょっとこう厚塗り向きなものを作るのが最近はすごくハマってます。そうですね、いい作品っていうのはやっぱり書き手はすごくこう気持ちよく書いたっていうちょっとやわりとした言い方になるんですけど、自分のその伝えたいことが形になったっていうのがすごく書いた側にはすごくいい作品だなと思いますし、それがどのような形でもこう見た方に何かこう印象を残していくことができたら、もうよりいい作品なのかなというふうに思っています。そうですね、クライアントワークの時はクライアントさんがもうそのままなんですけど喜んでくださったなっていう風な印象を受けた時、何かこう求められていることに対して効果を発揮できたなっていう時はすごくいい作品ができたっていう風に実感しやすくて、個人的な作品だとそうですね、後から分かることも多いんですけど、こうその作品を見てくださった方がその作品について、後日でもまた感想をいただくことがあったりとか、印象に残ってくださってるなっていうような時には書いてよかったな、いい作品になったのかなというふうに感じてます。そうですね、もうどんなことでもやれることはやっていきたいなっていうふうに思っていて、自分自身はその絵を描くっていうことしか言ったらできないんですが、それを使って皆様というかクライアント様とか見てくださる方がそれをこうすごく別の形に昇華してくださるっていうことで、私は作家生命生きていられるので、もうそこをもう使っていただけることがあって、何か広がることがあるんだったらもういろいろやっていきたいなっていうのが今後の抱負になります。モチベーションは一つ
自分の表現したいことに近づけていくっていうのがまず一番大きなモチベーションとしてあって、でそれはすごく今の私にとってはすごく途方もないところにあるような表現も遠くに設定していて、それに一歩ずつ近づいていく、一作品ごとにこの作品はちょっと配色が前よりも少し気持ちよく表現できるようになったなとか、そういう一枚ごとに達成できたことっていうのを、見据えて、それがモチベーションになっていますし、もっと他の方との交流的な目線でいくと、その絵を別のものにして誰かを喜ばせるというか、例えばグッズにしてそれを身につけてくださる方がいて、ちょっと日常が楽しくなる要因の一つになったって思うような、イベントに出てグッズを買っていただくとか、そういう時にすごく次も作ろう、次も描こうっていう風なモチベーションになっていると思います。自分もすごくそのイラストレーターとしてすごく固く立てているのかっていうのはすごい全然不安定だなっていうふうに思うこともたくさんあるんですが、やっぱり今すごくでも充実しているなというふうに感じていますし、そういうふうにイラストレーターになりたいなっていうふうに思っている方がもしたくさんいらっしゃると思うんですが、やっぱり一番最近大事だなって思っていることは、イラストを描くっていうことがそのイラストレーターにとって全てではないっていうことをすごく最近感じていて、やっぱり健康であったりとか、毎日そのイラストを描く以外、家族との関わりとか社会との関わりとかつながりを意識してやっていくっていうことを大事にしていったら、自分の好きなその絵を描くっていうことも続けていける場所、環境が整っていくというふうに思っているので、ぜひそれも大事にしていただいて、健康も大事にしていただいていってほしいなというふうに思ってます。